タイ最大の茶畑にやってきました。皆さんこんにちは、和穂です。翔太です。私たちは引き続きタイのチェンライにおります、そして本日はこちらタイのチェンライの観光スポット、チェイフォンティーカフェにやってきました。来ました。見てください、この景色すごいよね、この広大な景色。すごくないですか？で、ここはタイ最大の面積を誇る広大な茶畑なんです、で、その茶畑の中にポツンとカフェがあるんですよ、で、そのカフェではこちらの茶畑で栽培されたお茶を使ったドリンクとかスイーツなんかがあるみたいなので、これから行ってみたいと思います。はい、それでは行きましょう。行きましょう。念願のティープラントカフェですね。これだね。うわ、すごいおしゃれ。いい雰囲気じゃん。涼しい。ねえ。あ、いいね、すごい。あ、テラス席があるよ。おお。うわ、すごいですよ、これ。マジで。すごいね。そう、ここね、全席その壁がない。全部開放されてるから。本当だ。そう、そこは鏡張りじゃなくて、もう開放感。だから風通しがめっちゃいいんだ。そうそうそう。メニューはこんな感じでドリンク、デザート、あとは食事なんかもあります、私事前で調べた情報によると、ここにあるドリンクはここで育てている茶葉を使っているそうです。なるほど、あとケーキなんかもここにある茶葉を使ったものを売ってるみたいなんで、すごい美味しいと思う。なんかレビューには、抹茶のケーキと抹茶のソフトクリームが美味しいって書いてある。やっぱ抹茶なんだね、抹茶が美味しそう。わー美味しそうだよ。なんでこれ、もうなんでこれ。もうケーキブリンブリンしてるよ。ブリンブリンだな。うわ、すごい。我々は角を取りました。いい場所だね。いいね。わあ、すごい。溶けてます。やばい。食べちゃって食べちゃって。いただきます。あ、うまうまい。うまいっす。食べていい？美味しい。ちゃんと茶葉感じられる。茶葉すごいね。美味しいね。むっちゃうまい。でも急いで食べたから頭痛いです。美味しい。いただきたいと思います。うまい。超茶葉感じる。で、いい感じの甘み、ミルクの甘みと、でもその茶葉感がすごい、舌触りが美味しい。この茶畑を見ながら優雅だね、マジで。私はこちらウーロンジャスミンティーを注文しました。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。美味しい。美味しい。なんかウーロンもちゃんと茶葉みを感じるんですけど、ジャスミンのすごいいい香りもして、めちゃくちゃウーロンとジャスミンがねマッチしてて美味しいです。続いてこちらの、グリーンティーのケーキいただきました。見た目がねプルンプルなの。どんな味するんだろうこれ。すごいね。これ刺さってんの、これちゃんとあれ？多分摘んだ茶葉じゃない？どうやろう。美味しい。美味しい。
美味しいけど、ん茶葉味はあんまり感じられないかも。今日なんかあれだよね、ケーキタイティーの、タイティーバージョンのこれと、うんうんこの抹茶のやつしかなかった、そうそうそう、うんタイティーの方がもうちょっと渋いかも、うんでも抹茶ですかって言われたらわからない、目隠しされてこれ食べたら結構ショートケーキに近いかも。あーそんぐらい甘いんだ。かも。だからケーキとかは言うてかもしれないです、でもドリンクめっちゃ美味しい。あとアイスね、アイスすごい美味しい。アイスとドリンクめっちゃ美味しいです、はい、ということで、カフェ行ってきました。できました。そうだね、もうタイのカフェめちゃくちゃ全体的にいいんだけど、ここのカフェは特に景色が良かったです、だからまた本当にチェンライ来たらここに絶対行きたいな、戻ってきたいなと思った。なんかカフェのドリンクとかスイーツだけではなくて、もう景色も丸ごと含めての経験としての楽しさがすごいあるような気がしました。内装がおしゃれっていうのもあるんだけど、外のこの景色を利用してこの全体的によく見せてるっていうのがやっぱ魅力的かな、このカフェの。茶畑は観光客に見せるだけではなく普通に働いてる方もね、いらっしゃるので、そんな様子なんかも見れるのもすごくいいなと思いました、見てください、この景色すごいね、ここねすごい。カフェは大きな広大な茶畑にポツンとあるだけで、他はもうほとんど茶畑なんですよ、でその山々がね遠くの方に見えて、もう最初のファーストインプレッションスイスだった私行ったことないけど行ったことないけど本当にヨーロッパみたいな感じがする。写真で見るヨーロッパって感じだ。すごいいいね。タイにもこんな場所があったんだっていう感動がありますね。はあ、気持ちいい。めっちゃ綺麗だった。あ、また戻ってくるよ。皆さん、タイにも温泉があるって知っていましたか？タイの北地方の方は特に結構温泉があるみたいなんですけど、今回はここチェンライのポンプラバート温泉にやってきました、タイの温泉がどんな感じか紹介していきたいと思います。はい、行きましょう。どう結構暑い。マジ？やってみ？暑い。結構暑いね。42度とかあるよね、これ。ちょっとヒリヒリするやつ。すごい。私たち今日来るのがちょっと遅くてオープン時間をちょっと過ぎてしまいそうなので今回は入れないんですが、こんな感じで個室のものもあるみたいです、こっちぬるいよ。あっちが源泉に近い、さっき触ったところ、こっち遠くなるとぬるくなるの、これ一応多分ぬるい。どう？気持ちいい？気持ちいい。久々だね。気持ちいい。匂いは全然硫黄の匂いとかしない。ちょっと入りますね。気持ちいい。気持ちいいマジで。どうですか？もう最高です。久々のここの肩まで疲れるっていうのが。そうだね、ないね。ないよね。基本的に気持ちいいです。ねえ、気持ちいいね。あったかい上最高。こんな感じで足湯ができるスペースにフリーで本が置いてある、めっちゃいいねこれ、超リラックス空間。はい、一風呂浴びてきました。来ましたね。どうでしたこちらのタイのローカル温泉？もう最高でした。もう久々に肩まで疲れたから、本当に全身のむくみが取れた、全身の疲れが取れた感じするわ。なんか結構温泉観光客多いのかなって思ったら、全然もうローカルな人だけしかいないくらいで、外フリーのところでもみんな地元の人でも肩までこうズバーっとね使ってたから、なんかそういうのもリラックスしてできるのかなって感じですね。ということで今回はチェンライのカフェとこちらの温泉の紹介でした。そして今回が、チェンライラストの動画でした。ラストです。はい、次の動画からまたタイの別のところに行きます。
ますので、うん次の動画もまた楽しみにしていてください。はい、それでは今回の動画いいねと思った方はいいねボタン、チャンネル登録、そして通知ボタンの登録もお願いいたします。はい、皆様のコメントもお待ちしております。あとブログの方でも、YouTube に載せてない細かい情報を載せてるので、そちらもぜひチェックお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。